シード劇場版公開特集第5弾。映画行く前にシード系の機体を改めておさらい。 GATX シリーズ編。 GATX シリーズの開発は中立の立場を謳う欧部出張国内の国営企業モルゲンレーテ社との共同で資源衛星コロニーヘリオポリスで進められていた。ところがコズミックイラ71、1月20日ロールアウトを果たすも、同年1月25日、ザフト軍クルーゼ隊による G 兵器強奪事件が発生。開発された5機の GATX シリーズのうち、デュエル、バスター、イージス、ブリッツが強奪されるも、ストライクはその場にたまたま居合わせたキラヤマトの上機となり、強襲機動特装艦アークエンジェルの搭載機としてクルーゼ隊をはじめとする追撃部隊との戦乱にその身を投じることになる。今回は全ての始まりとなった5機の GATX シリーズの紹介をしていきます。 GATX105 ストライク。初期に開発された5機の GATX シリーズのうち、ストライカーパックシステムによる乾燥機能によって様々な戦況戦術に対応可能な汎用性を有するモビルスーツとして開発された機体が GATX105 ストライクである。ストライクの機体構造は GATX102 デュエルに採用された X100 系フレームが採用され、異なる特殊フレームを用いたイージスやブリッツから技術的なフィードバックを受けたことから、デュエルよりも人体に限りなく近い可動域を獲得した発展進化型フレームとして完成を果たしている。装甲は他の X ナンバーと同じく外部からの物理的衝撃をほぼ無効化するフェイズシフト装甲を採用。頭部は GATX シリーズ共通となるツインカメラアイに加え、特徴的ともいえる大小計4機の V 字型アンテナとガンダムフェイスと呼ばれるフェイス部構造を成している。ストライカーパックシステム。ストライク最大の特徴は素体となるストライク自体の運動性能を重視した基本設計に、モビルスーツとしての汎用性を外部オプション装備に求めたところにある。それがモビルスーツの汎用性と戦況に合わせた特化性を高次元で両立させたオプション装備を機体に装着する新技術、ストライカーパックシステムである。このストライカーパックシステムの中核をなす乾燥式バックパックストライカーパックは、エール、ソード、ランチャーという武装推進機補助機能が異なるバックパックを乾燥することで、モビルスーツの性能特性を変化させるとともに、いかなる戦況にも対応可能な万能性をモビルスーツ短期に付与するという画期的なシステムであった。ストライカーパックは大きく分けて5つのカテゴリーに分類されると言われており、基本形にあたる高機動型のエール、近接格闘戦型のソード、中遠距離砲戦型のランチャーに加えて、多機能万能型の IWSP、特殊装備搭載型のライトニングストライカーなどが開発されている。これらはそれぞれのカテゴリーごとに機体に合わせた独自の発展を遂げ、多くのストライカーパックを生み出すことになる。 GATX105 プラス AQM/E エールストライクガンダム。ストライクに高機動戦闘用のストライカーパックエールストライカーを装備させた形態。大型の主翼に加え、高出力スラスターと可変スラスターから構成されるこの装備は、無重力化における高機動戦闘を基本とし、重力化においても優れた機動性を実現するとともに、滑空することにより立体的な機動戦闘を可能にした。ストライカーパックの中では非常に実用性が高く、オールラウンドに対応できる汎用性から、キラヤマトが最も多く使用したいわゆる標準的な装備である。GATX105 AQM/EX02 ソードストライクガンダム。近接戦闘用のストライカーパックソードストライカーを装備させた形態。ストライクに匹敵するほどの長さを誇る 15.78 メートル対艦砲シュベルト・ゲベールをメインウェポン。左肩部にはビームブーメランであるマイパスメッサー、サワングシールドにはロケットアンカーパンツァーアイゼンなどの近接戦闘用装備を実装。汎用性の面ではエールストライクに劣るものの、艦艇すらも両断するシュベルト・ゲベールの攻撃力は破壊力抜群であり、中遠距離攻撃を可能にしたマイパスメッサー、パンツァーアイゼンはサブウェポンとしての役割を十二分に発揮していた。またユニット中央部には近接戦闘支援情報制御システムとサーマルアキュムレーターが搭載され、左肩部にはショルダーガードがマウントされている。GATX105 AQM/EX03 ランチャーストライクガンダム。
砲撃専用のストライカータックランチャーストライカーを装備させた形態。全長20メートルの 320mm 高インパルス砲アグニはスペースコロニーを崩壊させてしまうほどの威力を誇り、右肩部には 120mm 対艦バルカン砲と 350mm ガンランチャーが一体化したコンボウェポンユニットが装備されている。その圧倒的な威力もさることながら、エネルギー消費が非常に激しい欠点も兼ね備えており、劇中ではアグニの連射による乱発から一気にエネルギー切れを起こす描写も描かれていた。そのため実戦では両機による空中乾燥や外部電源を接続した状態での使用によってその欠点を補っていた。 GATX105AQM/EYM1 パーフェクトストライクガンダム。前述のエール、ソード、ランチャーの3つのストライカーパックを複合させた近距離、中距離、遠距離対応型のマルチプルアサルトストライカー形態。この装備はあらゆる戦況に対応可能であると同時に、完全なオーバースペックと130トンに迫る機体重量、さらには増加した装備類による非常に高い電力消費などの様々な問題を抱える結果となった。この高い電力消費に対応すべく、エールストライカーパックに5機のマルチエネルギーパックを増設し、使用済みのエネルギーパックはデッドウェイトを避けるため1つずつパージすることが可能となっている。 GATX シリーズの中でも最も汎用性に優れ、ストライカーパックシステムによるオプション換装によって様々な戦況、戦術に対応可能な弾道機として完成したストライクガンダムは、スーパーコーディネーターキラヤマトの活躍によって多大な戦果を上げ、そこで培われた運用データは後のモビルスーツ軍に大きな影響を与えるとともに、技術的革新ともいえる結果をもたらすことになる。 GATX102 デュエル。初期に開発された5機の GATX シリーズのうち G 計画の基本とも言える機体となったのが GATX102 デュエルであり、デュエルの基本フレームは GATX103 バスター、GATX105 ストライク、そして後に開発される量産機にも採用されることになる。血のバレンタイン以降投入されたニュートロンジャマーの影響により、精密誘導兵器の使用が不可能となったことで、戦争体系はモビルスーツによる白兵戦や近距離戦を主体とする時代に突入しており、人体の機能、動きをモビルスーツレベルで再現することに重きを置いたデュエルガンダムは、シンプルな機体構造でありながら総合性能の高い機体として完成。物理攻撃を理論上無効化できるフェイズシフト走行の採用、X100 系フレームの導入、低電力高出力ジェネレーターの搭載、ツインアイ方式のメインカメラと V 字型アンテナを備えた頭部形状など、コズミックイラにおけるガンダムの原型機とされ、地球連合ザフト両軍において後に開発されるモビルスーツ軍へと大きな影響を与える機体となる。 GATX102 デュエルガンダムアサルトシュラウド。デュエル、バスター、イージス、ブリッツの強奪に成功したクルーゼ隊は、残りの X ナンバーストライクと高周機動突走艦アークエンジェルを追撃するため、強奪した4機のガンダムを実戦に投入。その中でもデュエルガンダムはイザークジュールの機体として運用され、ストライクとの戦闘で受けた損傷を契機に、ザフトが開発したジニやシヌーなどの第1世代モビルスーツ用強化パーツアサルトシュラウドの創設と改修が行われる。こうして地球連合軍製のモビルスーツとザフトの開発した強化パーツが融合し、完成した機体がデュエルガンダムアサルトシュラウドである。アサルトシュラウドは火力と機動力の向上を目的に開発された強化パーツであり、主に致命的なダメージを負いやすい胴体部を中心に構成され、フェイズシフト走行の機能は有していないものの、高い防御力と両下部に搭載された追加兵装、背部と脚部に装着された高出力スラッガーによって第一次連合プラント対戦序盤から終盤にかけて戦い抜く性能を獲得。 G 兵器開発計画によって開発されたデュエルガンダムは、ストライクやバスター、その後に続くモビルスーツ軍の礎を築いた機体となり、ザフトのエースパイロットイザークジュールとの融合によって様々な螺旋状を戦い抜き、第二次ヤキンルーエ攻防戦において GATX252 フォビドゥン、GATX370 レーダーを撃破するという活躍を見せた。 GATX103 バスター。デュエルの基本フレームを基礎としつつ砲撃に特化した支援型として開発された機体が GATX103 バスターである。バスターの機体構造はデュエル、ストライクと同じく X100 系フレームが採用され、装甲も
他の X ナンバーと同じく外部からの物理的衝撃をほぼ無効化するフェイズシフト走行を採用。頭部はツインカメラアイに V 字型ブレードアンテナに加えて長距離砲戦仕様に適したサブカメラとセンサーを備え、機体部のセンサーを守るため保護カバーが装備されている。メインウェポンは 94mm 高エネルギー収束火線ライフルと 350mm ガンランチャーという特性の異なる大型兵器を装備し、両肩部には 220mm 計6連装ミサイルポッドを2機搭載。両腰部には2機の大型兵器を保持する可動式ジョイントアームが搭載され、戦闘時でもスムーズな運用を行えるほどの広い可動域を有している。このフェイズシフト走行と高火力ともいえる2つの大型兵器を両立させるには、より多くの電源を確保する必要があったため、武装用のサブジェネレーターに加え、膝部には予備電源を搭載。本機は結果的に初期に開発された5機の GAT-X シリーズの中でも機体重量が増大し、近接戦闘用の武装やシールドは未装備でありながら基礎となったデュエルよりも約 36% の重量増となる。重量増加による機動性低下を補うため、背部には外出力バックパックを採用し、大気圏内では飛行能力を持たないため、空戦海上戦闘時にはモビルスーツ支援空中機動飛翔体グールの使用が不可欠となる。このような汎用フレームをベースに極端なまでの火力重視特化型の機体を開発する流れは、後継機となる GAT-X131 カラミティへと継承されることになる。ヘリオポリスで強奪されて以降、ザフトの赤服リアッカ・エルスマンの蒸気として運用されたバスターは、第1期 GAT-X シリーズ随一の火力と砲戦能力によって多くの敵機や戦艦を撃破。ザフトとの決別を決断して以降は第3勢力となったアークエンジェルの戦力として参戦。第2次ヤキンドゥエ攻防戦では ZGMF-X13A プロビデンスガンダムのオールレンジ攻撃を受けて大破するも、リアッカは生存を果たし、初期から終盤までその存在感を示してみせた。 GAT-X207 ブリッツ、5機の GAT-X シリーズのうち高度ステルス機能を有するモビルスーツとして開発された機体が GAT-X207 ブリッツである。ブリッツのフレーム構造はデュエルの X100 系フレームをベースとしつつ、特殊機能を付与した唯一の X200 系フレームが採用されており、最大の特徴でもある電磁光学迷彩機能ミラージュコロイドステルスを搭載した特殊フレーム型 G 兵器としても知られている。このミラージュコロイドステルスは散布したミラージュコロイドを装甲表面に磁場定着させることで、光学観測や電磁波、レーダー波による索敵をほぼ完全に無効化するほどの絶対的なステルス機能を有しており、目視による観測でも捕捉困難とされている。しかし弱点も存在しており、消費電力が非常に大きい上に水中では使用不可能となる。また機体から発する推進機の燃料ガス、熱源反応、温紋はミラージュコロイドステルスの対象外となっている。さらにミラージュコロイドステルスの最大稼働時間は80分と制限があり、 GAT-X シリーズに投入された防御面の新技術フェイズシフト走行との併用も不可能なため、広範囲攻撃となる硫酸弾頭や戦艦クラスの弾幕射撃などの被弾しやすい状況下では使用しづらいという短所も併せ持っている。ミラージュコロイドステルス発生装置の搭載箇所は両肩部であり、ミラージュコロイドが機体に定着しやすいよう走行形状は他の GAT-X シリーズよりも滑らかな構造をしている。開発当初は黒を基調とした装甲色にのみその効果を発揮するミラージュコロイドであったが、後に改善されさまざまなモビルスーツ、戦艦、戦略兵器などに採用された。しかしその高いステルス性は国家間の強い相互不信を生み、大量破壊兵器による絶滅戦争を引き起こしかねないという理由から、コズミックイラ72に締結されたユニウス条約によって表向きではあるがミラージュコロイドの軍事利用が禁止されることになる。ザフトに奪取されニコル・アマルフィの上記となったブリッツはミラージュコロイドステルスの特殊機能によってアルテミスの傘の異名を持つ宇宙要塞攻略に貢献し、オーブ近郊の戦いではストライクとの戦闘でニコルは戦死、機体は大破したものの、高順システムトリケロスとミラージュコロイドは連合ザフトの新型機や艦艇、戦略兵器に転用され、各機体に応じた派生技術として発展を見せることになる。 GAT-X303 イージス、5機の GAT-X シリーズのうち唯一
変形機構を有するモビルスーツとして開発された機体が GATX303 イージスである。変形機構を持つイージスには可変機構型の X300K フレームが採用され、 X100K フレームの技術をフィードバックしつつ、地球連合軍の宇宙用量産型モビルアーマーメビウスの技術を流用し完成に至っている。これによって一撃離脱の機動力と火力を備えるモビルアーマー形態とモビルスーツ形態時の高い汎用性を両立させた独自性の強い機体として完成。その一方で複雑な可変機構は生産性や運用面において高コスト化しやすいという欠点も併せ持ち、 X300K フレームを採用した同系列の後継機ともいえる GATX370 レーダーなどの可変モビルスーツとの関連性や共通点は皆無であり、分類上は X300K フレーム型可変モビルスーツというカテゴリーではあるものの、設計コンセプトは全く異なる機体となっている。イージスの機体構造、他の GATX シリーズとは一線を画す機体として完成したイージスは可変機構だけでなく頭部やバックパックにも独自性の強い機体構造を有している。頭部に搭載されたトサカ状の大型多目的センサーは疾患機としての運用を想定した装備になっており、戦場分析、通信機能、索敵能力の強化などの機能を持ち、ストライク、デュエル、バスター、ブリッツとの連携において中核を担う機体であったと言える。背部に採用された大型バックパックは機体の安定化を図るための上下に1機ずつ備えたスタビライザーであり、推進機は搭載されていないもののバックパック側面に姿勢制御用のバーニャを搭載。両腰部にはメインスラスターの役割を担うフィン状の大型バインダーを装備し、モビルスーツ形態時の運動性能向上とモビルアーマー形態時の加速力向上など重要な役目を担う機構であり、ビームライフルやシールドをそれぞれマウントできる仕様になっている。イージスのモビルアーマー形態、本機のモビルアーマー形態は高速移動に適した巡航形態と戦闘用の砲撃形態の2種類の使い分けが可能になっている。巡航形態は高速巡航形態とも呼ばれ、メインスラスターが後方に展開し、前面部はモビルスーツ形態時の腕部と脚部がランスのような線形状の形態へと変形。主に目標へと高速で接近し、攻撃後に迅速な戦線離脱に使用されていた。砲撃形態は強襲形態とも呼ばれ、前面部の4機のアームクローを展開し、腹部固定式の582で副列位相エネルギー砲スキュラを放射可能となるなど、攻撃に特化したモビルアーマー形態となっている。この4機のアームクローはモビルスーツを捕獲し逃さないほどのパワーを誇っている。両腕部と両脚部のつま先部にはビームサーベルを展開可能なブレードフローをそれぞれに搭載し、サーベルエミッターを抜刀する必要がないため、戦況に応じた運用面や対応能力ではデュエルやストライクよりも優れていると言われ、ビームサーベルを同時展開した際には4刀流に近い使用方法も可能となる。以上、GATX シリーズの紹介を終わります。次回のシード劇場版公開特集第6弾は最強のスーパーコーディネーターキラヤマト編を配信したいと思います。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。良ければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。